皆さんこんにちは、りきゅうです。今回の動画は有機 EL について、先日ご紹介しましたサムスンの QD-OLED という新しい有機 EL の技術。これが現在主流となっている LG の有機 EL パネルとどこがどのように違うのか、それについて動画でまとめてみたいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。特に今回の動画、最後の一つ、正確性よりも分かりやすさを重視した内容となっておりますので、その点はご了承ください。まず QD-OLED の話に入る前に、現在主流となっている LG のパネルについて簡単にまとめてみたいと思います。まず現状、有機 EL テレビのパネルは LG が独占している状況です。LG の傘下に LG ディスプレイという会社がありまして、こちらは有機 EL パネルを開発して製造しています。もちろん当然ですが、LG 本体にも供給していますし、それ以外の全世界のメーカー、名前が分かっている会社でこのぐらいあります。そしてメディア発表によると、2020年2月の時点で19社に有機 EL パネルを供給しているということです。そしてその有機 EL テレビの最大の欠点は何か？有機 EL テレビイコール LG のパネルを使っていますので、LG の有機 EL パネルの最大の欠点は何か？それは画面が暗いということです。例えば太陽光が入ってくるような室内、画面がほとんど見えなくなります。ですので液晶テレビから買い替えたような場合は特に画面が暗いなぁと感じることが多いかもしれません。どのぐらい暗いのかなんですが、例えば全画面を真っ白にした時の輝度、これについてメディア発表いくつかのサイトでされていますので、そちらの数値をまとめてざっくりご紹介すると、こちらが数字カンデラパー平米もしくは2と呼ばれている数字です。画面の明るさを表す数値です。ハイエンドの液晶テレビの場合、だいたい1000弱ぐらいになります。ピーク輝度ではありませんので、全画面表示した場合の輝度です。ミドルレンジの液晶テレビでだいたい600ぐらい、エントリーモデルでも300、400ぐらいの明るさがあります。それに対して有機 EL テレビがどのくらいかと言いますと、だいたい150から200ぐらいです。エントリーモデルのテレビよりも暗いというのが現在の有機 EL テレビです。もちろん価格はこのハイエンドの液晶テレビと並ぶぐらいの価格がしていますので、価格あたりの明るさという数値ではかなり悪い成績となります。つまり有機 EL はまず全画面の明るさというのは非常に暗いということです。さらに液晶の場合は縮尺をちょっと変えまして、このハイエンドのテレビよりもさらに明るい製品もあります。これはデジタルサイネージといって、例えば屋外で使うような液晶モニターあります。コントラスト比は上げることができませんが、画面全体を明るくすることは可能です。液晶はバックライトを明るくすれば、黒も明るくなってしまいますが、白い画面も明るくすることができる。これが液晶のメリットになっています。続いてピーク輝度。画面の一部分だけを明るくする。これは有機 EL 得意です。ですが、それもご覧のように、同じ価格帯の液晶テレビと比較すると、半分ぐらいの明るさが現在の有機 EL テレビです。では、なぜ有機 EL テレビが暗いのかなんですが、これはLG 製パネルの構造に原因があります。ですので、これを簡単に解決することはできない。パネル供給を受けているテレビメーカー側では解決できないということです。では、どんな構造が問題となっているのか。それはこの2つが特に大きな問題です。1つ目が、フルカラーというのは3原色を混ぜて作るんですが、その3原色をどうやって実現するのか、いくつかの方法があるんですが、LG が取った方法が1つ問題があるということです。2つ目が、パネルからどうやって光を外に出すのか。それにもいくつか方法がありまして、これにも問題があります。順番に1つ目の3原色からご説明していきたいと思います。3原色の作り方はいくつかあるんですが、現在主流なのは2つあります。まず1つ目がこちらのタイプで、ご覧のように RGB、赤、緑、青の3原色が綺麗に順番に並んでいます。こういう形の有機 EL を RGB 平地方式と呼んでいます。この方式は日本のパイオニアが最初に実現しまして、その後現在は韓国のサムスンがシェア1位となっています。スマートフォンのパネルにこの方式が多くなっています。こちらの方式の長所は明るいこと。例えば今一番明るいスマートフォンの有機 EL パネルというのは1500から2000ニットぐらいあります。先ほどの有機 EL のテレビよりもかなり明るいということがわかると思います。そして短所は大型化ができないこと。これは以前の動画でもご紹介しました。これが RGB 平地方式と呼ばれている一つ目の方法です。二つ目がこちら。これは白色プラスカラーフィルター方式
と呼ばれています。これを開発したのは日本の TDK です。そして現在は韓国の LG がシェア1位となっています。この方式を採用している代表的な製品がテレビです。テレビ向けの OLED パネルは LG が独占していますが、この方式をとっています。この方式の長所は大型化ができること。テレビ向けになっているということからもわかると思います。で、短所が暗いことなんですね。まとめるとこんな感じです。RGB-H 方式と白色カラーフィルター方式。こんな感じでお互いに長所短所となっています。ではなぜこの2つの方式で明るさに違いができてしまうのか、それも簡単にご説明します。まず1ピクセル分取ってくるとこうなります。わかりやすくするために赤1色だけを考えてみましょう。まず左側の RGB 方式、ここで赤を点灯している場合、明るさ1が出ているとします。で、右側の白色方式も同じようにこの白い有機 L 素子が光っています。この明るさを1とします。実際には赤と白で明るさ違うかもしれませんが、分かりやすさのために同じ1とします。ただ、白色カラーフィルターの場合には、この1の明るさの上にカラーフィルターが載っています。カラーフィルターというのは、該当する色以外を遮断して、該当する色、例えばこの場合は赤い光を通す。三原色のうち、一つの色だけを通すとなると、明るさは当然3分の1になってしまいます。ですので、このカラーフィルター方式というのは、仕組みそのものからして暗くなってしまう、そういう原因があるということです。そして、今、赤一色のお話ししましたが、全部を点灯させると白くなります。その場合でも、左側の RGB 方式の場合は、すべてが111、合計すると3の明るさになります。右側の白色方式の場合は、3分の1、3分の1、3分の1ですので、合計すると1。つまり、赤一色でも真っ白でも、白色方式は3分の1の明るさになってしまうということです。ただ、明るさ3分の1になるんですが、その際流れている電流は、左と右で同じ、実際には違うかもしれませんが、ほぼ同じと考えることができます。ですので、白色方式というのは、電流、消費電力に対する明るさが非常に効率が悪いということになります。このままではなかなか商品化が難しいので、どうするかと言いますと、消費電力だけでも避けられないかと考えるわけです。で、なぜ消費電力が上がるのかというと、もともと白色の有機 L を遮って赤、緑、青にしているのに、その光をまた混ぜて色を作る。この場合は白を作っています。これってすごい非効率じゃないですか。白から赤を取り出して、また混ぜて白に戻す。みたいなことをやってるわけですから。ですので、カラーフィルターなしの白をもう1個追加します。そして白い時は、この左側の RGB を消してしまって、この白1色だけを点灯させる。そうすることで、1の電流で1の明るさになりますので、先ほどの3で1、よりはマシになります。明るくすることはできませんが、消費電力を抑えることはできるということです。で、今、白の場合ご説明しましたが、それ以外の色、例えば赤と緑と青がこのぐらいの比率で混ざっている色の場合でも同じようなことができます。この3つの明るさに共通する部分だけを白に置き換えることで全体の消費電力を抑えることができると。こういうことをおそらくやっているのではないのかなと思います。これが有機 L テレビの明るさが暗い理由のその1、三原色の作り方が理由になっているということです。そして2つ目の光の取り出し方、これについてもご説明します。まず、先ほどから出ている図というのは基板の上に RGB の三原色があって上に光が出ています。こういう方式のことをトップエミッションと呼んでいます。もう一つ方式がありまして、それが RGB の下側から光を取り出す。こういう方式もあります。これをボトムエミッションと呼んでいます。これを見比べると、皆さん、左側の方が普通に感じると思います。で、右側はちょっとなんか、めんどくさい作りをしてるなって感じると思うんですよ。なんでわざわざ下から取り出さなきゃいけないのかということなんですが、これについては当然理由があります。まず、この2つの方式の長所と短所を確認してみます。まず長所ですが、左側のトップエミッション方式、開光率が高いというのは、光ってる面積が広いという意味です。この R の上、何にもないガラスだけです。緑も
ブルーもそうです。ですので、この光っている素子が丸々見えますので、耐効率が高いということになります。で、右側のボトムエミッション方式。なんでこんなめんどくさいって先ほどお話ししましたが、実はこちらのタイプの方が作るのは簡単なんです。製造難易度が低いということです。ですので、わざわざこんなめんどくさい方法をとっています。そして短所がお互いに入れ替わります。まずトップエミッション方式は耐効率高いんですが、作るのはなかなか大変なんです。一方でボトムエミッション、この光っている素子を塞ぐように TFT、これトランジスタですね、とか配線、回路、この素子を光らせるための補助的な役割をする部分、ここは不透明なんですね。光を通しません。それがこの素子を邪魔しているんですが、本来はやりたくないんですが、作るのは簡単なんで仕方なくこの方法を取ります。それがボトムエミッション。そしてこのトップエミッションの作りづらさというのは、パネルが大型化すれば大型化するほど難易度が上がっていくと言われています。ですので、現在の有機 EL パネル、大型のパネルでは右側のボトムエミッションが主流となっています。LG もこの方法をとっています。そして左側のトップエミッション、スマートフォン向けのパネルでは、サムスンもそうですが、このトップエミッションを採用しているものが多いです。ただこれの大型化は各メーカー取り組んでいたんですが、特に日本のソニーが20インチぐらいのサイズまで拡大をして、一部業務用の製品とか医療用の製品の出荷をしていたんですが、現在は撤退してしまっていて、ソニーが持っていたトップエミッションの技術は以前ご紹介した JOLED という会社に移管されています。で、この作りやすい、作りづらい、トップエミッションがなんで難しいのかなんですが、こちらも簡単にご説明します。まず有機 EL というのは、有機 EL 素材に電流を流すことで、この素材が光るという現象を利用しています。つまり、有機 EL 素材をプラスとマイナス両方の電極で挟む必要があるわけです。こういうサンドイッチ構造を取ることで光らせることができます。これを前提にまず考えていきます。で、トップエミッション、ボトムエミッション、どんな順番で製造していくのかを考えますが、まず一番下に基板があります。ボトムエミッションの場合は、下から光を取り出しますので、一番下にある基板というのは透明でなければなりません。ですのでガラス基板である必要があります。一方のトップエミッションの方はガラス基板も使えますし、それ以外も使うことができます。今回はガラス基板としておきます。で、その上に先ほどお話ししましたトランジスター、アクティブマトリックスの場合はトランジスター必要ですので、ピクセルごとにトランジスターが置かれます。さらに電気を通すための配線とか、もろもろ必要なものが半導体として上に作られます。で、この部分は残念ながら光を通しません。ですので、ボトムエミッションの場合は、この TFT 回路がない部分の隙間だけ光を通すことができるということです。トップエミッションの場合は上に光を持ってきますので、その辺は考えなくて良いというメリットがあります。で、先ほどお話したサンドイッチにするまず電極の下の部分があります。トップエミッションの場合は下側に光を通す必要がない。むしろ上側に光を反射したいので、ここは金属電極を蒸着して作ります。ここはそんなに大きな問題はありません。で、ボトムエミッションの場合は下に光を通す必要がありますので、金属の電極は使えず、いわゆる透明電極と言われているものを作成します。ここもそれほど大きな問題は発生しません。そしてその上に RGB の有機 EL の素子を蒸着プロセスで製造していきます。で、ここまでは双方ともそれほど大きな問題はなく進んでくるんですが、こっから先が結構問題でして、サンドイッチにしますので、もう一方の電極が取り付けられるんですが、右側のボトムエミッションは下に光を通しますので、先ほどと逆です。金属電極で構いませんので、この RGB の有機層の上に金属電極を同じく蒸着で製造することができます。一方のトップエミッション、RGB の層の上に透明電極をつける必要があります。で、この透明電極というのが製造プロセスが一般的には蒸着ではなくてスパッタ法と呼ばれている結構エネルギーが高い方式を使います。ですので RGB 層というのは、イメージとしては柔らかい作りになってます。脆いというんです。ですのでそういうハードなプロセス、エネルギーが高いプロセスを使ってしまうと、透明電極を作るプロセスの中でせっかく作った有機 EL の層が破壊されてしまうというリスクが発生します。
ですので、単純に上に乗っけるというわけにはいかず、一工夫必要になってくる。つまり開発が難しいということです。で、最後に風刺という製造工程が入るんですが、これは有機 EL の素材というのが空気とか酸素に触れると劣化してしまうという問題があります。ですので、空気に触れないようにカバーをしてあげる必要があります。で、右側のボトムエミッションの場合、光は下に出ますので、一番上の風刺は金属を使うことができるということです。で、金属は空気を通さないですので、有機 EL 素材にとっては安全な風刺ということができます。しかし、トップエミッションの場合には、上に光を出す必要がありますので、風刺の部分が光を通す必要があるということです。つまり、この部分に金属が使えません。例えば、ガラスとかフィルムのような光を通す素材にしなければならないなんですが、そういったものが、例えばプラスチックのようなフィルムの場合、酸素を長期間、例えばテレビだと2年3年、下手したら7年ぐらい使いますので、その間品質を保つというのが非常に難しいです。ですので、これも開発難易度が上がるということになります。まとめると、右側のボトムエミッションというのは開発難易度が低い、つまり量産まで早く進むということです。そして左側のトップエミッション、開発が難しい、つまり量産まで非常に時間がかかるということになります。以上がボトムエミッション、トップエミッションという光の取り出し方に関しての作りやすさ、作りづらさの説明だったんですが、もう一つの開口率についても触れてみます。開口率が低いとどういう問題が発生するのか。まずトップエミッションは開口率が高く、ボトムエミッションは開口率が低いと先ほどお話ししました。で、まず開口率が高いと光ってる面積が大きいわけですから、当然明るく見えます。一方のボトムエミッションというのは小さい窓から光ってるものを覗く状態になりますので、見え方としては暗くなります。で、開口率が高い場合、ある面積の中で光ってるものが多くなりますので、高精細化しやすいということです。で、開口率が低いということは、光ってない邪魔な部分があることになりますので、高精細化しづらくなってきます。で、この暗いと高精細化しづらいという影響が、さらに暗いので明るくしようと思うと、電流をたくさん流す必要があります。つまり消費電力が高くなってしまうということです。さらに、電流をたくさん流して明るくすると、今度は有機 EL 素子の寿命を縮めてしまうという問題もあります。そしてこの高精細化できないという問題は、同じ解像度のインチを小さくするのが難しいということです。今 LG の 4K パネル、一番小さいサイズは48インチで、来年42インチが出ると噂されています。それより小さくできるのか、例えば34インチの 4K パネルを作れるのかというところにここが影響してきます。というわけで今ご説明しました LG パネルの構造上の課題をまとめてみます。まず LG が選択した白色 OLED プラスカラーフィルターの方式というのは大画面化がしやすいという長所があります。一方でカラーフィルターが光を遮断して3分の1しか通さないという構造ですので、画面が暗くなってしまうという短所があります。で、これは消費電力が高くなってしまうという問題にも直結しますが、RGB に加えて白い素子を追加する WRGB という方式を取ることで、消費電力の問題はある程度回避することができますが、一方で明るさの問題というのはこれでは解決しません。そして光の取り出し方でも LG が選んだボトムエミッションというのは製造しやすいという長所があります。一方で開口率が低いという短所があるため、これによっても画面が暗くなってしまうというデメリットがあります。さらに、この開口率の低さというのは、同じ解像度のインチを下げるというのも難易度が上がってしまう、そういう問題もあります。以上が現在の有機 EL テレビで使われている LG 製のパネルの課題についてのまとめです。で、やっと QD-OLED の話になるんですが、以前紹介したこちらのページ、サムスンの RGB 平地方式、2002年に量産が始まっています。そして2013年に大型化を断念しています。だいたい20インチぐらいまでは大型化進んだんですが、テレビのような50、60、そういう大画面化がもう無理だと判断したわけです。2013年、パネルの大型化への投資を一旦中断という発表がされています。で、その後何をしていたのかなんですが、RGB 平地方式は諦めたんですが、実は裏で研究開発を進めていたということですね。2018年に青色素子プラス
量子ドットの方式の試作品を公開しています。この間5年間ありますので、水面下で5年間研究を進めていたということだと思います。で、この青色プラス量子ドットですが、先ほどと同じような図で紹介するとこんな感じになります。先ほどは白プラスカラーフィルターだったんですが、青プラス量子ドットで、青、青、青ですので、RGB3 原色のうちの1つの青はここに何もないということです。で、それ以外の赤と緑だけ量子ドットを使って色を変換しています。この青色プラス色変換、これも日本のメーカー、出光興産が世界で初めて実現しています。で、もともとはこの色変換の部分、変換効率に問題がありました。ですが、ここ数年ですよね、量子ドットというものが実用化されてきましたので、量子ドットの色の変換効率っていうのは非常に高いですから、この方式が急に脚光を浴びて現実味を帯びてきたということです。で、現在はこれを使った QD-OLED、韓国のサムスンが量産化に向けて今進めているということです。で、LG がある程度市場を作ったところに、サムスンが後から再参入ということになりますので、当然先ほどご説明しました LG 製パネルの欠点、課題を研究して、それを克服するような製品を開発進めていたということです。で、先ほどご紹介しました2つの課題、QD-OLED がどうそれを克服しているのか、そちらもご説明したいと思います。まず1つ目が3原色の作り方について、先ほどご紹介しましたように LG の WRGB 方式というのはカラーフィルターが光を遮断してしまいますので、3分の1の光で共通する白の部分だけは白い素子を使うことで消費電力は抑えることができますが、合計しても1になりますので構造上暗くなってしまうという問題がありました。それに対して QD-OLED はこんな感じでブルーの素子の上にクォンタムドットの色変換赤と緑が載っています。で、青はそのまま通しますので1のまま、こっちの白と同じですね。で、赤と緑についても量子ドットの変換効率というのは現状で 100% に近いです。ですので赤と緑というのも1のままと考えることができます。ただこれ理論上の最大値が3ですので、実際にはそんな都合が良くはなりません。当然ですが、元々のこの青い OLED、この輝度がこちらの白と同じなのかという疑問もありますし、クォンタムドット自体も 100% に近いと言っても、実際には 100% にはなりませんし、この量子ドットの素材というのも、やっぱり空気とか酸素に触れることで劣化してしまいます。ですので、それを保護するためのバリアフィルムみたいなものも必要で、そういったものも光を 100% 透過はしませんので、全体で見れば減衰があります。ですので、実際には最終製品としては2倍いけば御の字、なかなか難しいんじゃないのかなと個人的には思います。次に光の取り出し方について、LG の WRGB はボトムエミッションでした。ですので開光率が低くて 30% ぐらいではないかと言われています。ただボトムエミッションは作りやすいというメリットがありましたので、それによって LG は早期の量産化に成功しています。2013年から製品出荷ができています。これに対して QD-OLED、後から参入しますので、ボトムエミッションでは勝負にならないんですよね。ですので、QD-OLED、なんと製造が難しいトップエミッションを採用しています。開光率は 50% を超えてくると予想されています。まだ製品出ていませんので、どのぐらいになるかはわかりませんが、50% 以上、理論上はもっと80、90ぐらいまで行くことは可能ですので、50より高い数値になる可能性もあります。ここは結構チャレンジングな選択をしているのではないのかなと思います。以上が QD-OLED なんですが、両者を比較してみます。まず RGB3 原色。フルカラーの作り方ですが、LG は白色プラスカラーフィルター、サムスン QD-OLED は青色プラス色変換です。で、光の取り出し方、LG はボトムエミッション、QD-OLED はトップエミッションです。そして量産開始、LG は2013年、サムスンは8年後の2021年です。これがですね、性能に影響してくるわけですが、まず一番皆さん興味がある輝度、明るさです。明るさは先ほどご紹介したように、LG 製は液晶より相当暗いので×。QD-OLEDはこの色の作り方と光の取り出し方両方の効果で LG の WRGB よりは明るくなると予想されています。ただ液晶ほどになるかというのは分かりませんので三角としています。続いて色域については QD-OLED はクォンタムドット
使えますので、光の三原色、ある程度コントロールできます。それもあって、もともと色域では定評がありました LG の有機 EL、それを超えてくる可能性が高いと予想されています。そして高精細化。これも現状では LG の OLED、液晶よりも小さいインチサイズ作れていませんので、三角としています。対する QD-OLED、先ほどご紹介しましたようにトップエミッション開口率高いですので、LG の方式よりは高精細化しやすいと予想されています。ですので丸となります。そして最後に価格です。LG の有機 EL、だんだん値段が下がってきましたが、まだ液晶よりは高いですから三角。そして QD-OLED ですが、量産開始が2021年11月から始まっていると報道されていますので、まだ始まったばかり。そういうこともあって、やっぱりまだまだぶどまりも悪いと思いますので、製造コストは LG と比較すると相当高いと思います。ですので価格は残念ながら×かなと、こんな感じの比較になるのではないのかなと思います。となると、同じ有機 EL でも LG とサムスンの QD-OLED、正面からぶつかるのはちょっと後なのかなと思います。つまり住み分けがある程度最初のうちはできるのではないのかなと思います。こんな感じの表を作ってみました。上に行くほど価格と性能が高い。で、左側がコントラスト重視の製品選び。例えばシネマ向けとかホームシアター向けみたいな用途で。で、右側が輝度重視。リビングで使う、明るい部屋で使う、そういう用途。当然、左側が有機 EL、右側が液晶という選び方をすると思います。で、この左右それぞれ最近ですが年々低価格化は当然進んでいます。商品のコモディティ化は進みますので、だんだん値頃感が出てくるわけです。で、そうなるとこのハイエンドラインが開くわけですよね。ここに有機 EL は QD-OLED が入ってきて、液晶の方はミニ LED プラスクォンタムドット。例えばシャープの新しい製品、アクオス X レッド。先日実機が店頭公開されましたので、私も見に行ってきたんですが、結構これは実物を見ると欲しくなる製品でした。量販店なんでめちゃめちゃ明るいところで見てたので、コントラストとかそういうのはわからないんですが、8K で60万円ぐらいなんで、まだまだ高いんですが、それでもこの実機を見たら買う人は結構多いんじゃないのかなと思うような製品でした。ですので、それぞれハイエンドのラインはクォンタムドットを利用したパネル、それが今後増えてくる可能性があるのかなと思いました。最後にまとめです。まずサムスン RGB 方式で有機 EL パネルに参入したんですが、2013年に大型化を断念して一度撤退しています。もちろん小さいインチサイズのスマートフォン向けパネルは製造続いていますし、シェアは1位です。で、2013年に撤退したんですが、当然ですが裏ではいろいろ研究開発を進めていたということでしょう。2021年に QD-OLED という新しい方式で再参入を果たしています。で、これもご説明しましたように、LG のパネルが抱えている構造上の問題、そちらを解消するような方式を採用しています。まあ、これは後から参入するですから当然だと思います。この QD-OLED、2018年に確か CES だったと思いますが、試作品が一部のメーカーに公開されたそうです。そして2021年11月から量産が始まっているとメディア発表がありました。で、2022年の CES でサムスンから新製品として発表されると噂されています。そして日本のソニーもこの新しい QD-OLED のパネルを使った有機 EL テレビを発売するという噂も出ています。で、この QD-OLED っていう新しい有機 EL パネルですが、LG 製パネルと比較すると輝度が明るくて色域が広い、つまり発色が良いと噂されています。ただし一方で消費電力と製造コストにはまだまだ課題があると、これも噂されています。そして価格もやっぱり初物ということで製造コストも高く、先ほどもご紹介しましたように製造難易度が高い方法も使っています。そういうことは当然コストに跳ね返りますので、当面はハイエンド品向けの製品になると、これも噂されているということです。以上が新しい QD-OLED と LG 製のパネルの比較でした。というわけで今回はサムスンの新しい QD-OLED という有機 EL、それと現在テレビ向けに主流の LG の有機 EL、どこが違うのかを簡単にまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。